熊さんおはようございます。今日のオールドマックス撮影していきますんで、よろしくお願いします。久しぶりな気がするね。久しぶりで。前回はレース系ので不在で、徳ちゃんに初めて進行をやってもらって、ちょっと熊さんがいつもやる時よりちょっとグダグダになりましたね。じゃあ今日は久しぶりで何からいきますか。とりあえず今年最後かな。今年最後ですね。このシリーズ多分撮るのは。今年もまあ1年いろいろあって、レースの方もまああんま今年は調子が良くなくてでもちょっと俺が最近ハマっとることだけちょっと説明を。なんでしょう。ハマってる。まあ俺がってことはみんなで最近ちょっといろいろ苦労したものがあって。これがよくあるハーレーのサーキットブレーカーで、やっぱり純正が一番っていう感じがして、もう結構純正を使うようにしてたんだけど、この前本当にここがこうなんていうの、動物がなくなってて、これが壊れるかなと思って開けてみたら、やっぱりサビで、もともとやっぱり防水機能はないんで、こうサビで多分接点がもう電気が流れんようになったみたいで、だからまあやっぱり長いね、もう何十年も、これ純正だとしたらもう何十年ものなんで、やっぱりこういうこともあるなっていうのと、これあれですか、熱でそうです、離れるやつ、ヒューズですよね。そうだね、過電流流れた時になかなかパチンと外れて15秒ぐらいで復帰するやつが前の日まで乗れてて、次の日にもう全然こうかからなくなったんで、原因がこれだったっていうのと、あとは本当に今までやってきてポイントのへたりもあんまり気にしたことなかったんですけど、ここのやっぱり板バネのへたりでこうなんていうの、高回転だけ調子が悪い。アイドリングとか普通に走ってゆっくりアクセル開けてけば走っちゃうんだけど、なんかいいとこでばらつくっていうのがずっと出てて、結局これも1週間ぐらい本当いろいろカム変えたり点かけいろいろやって遠回りしちゃいそうですよね。最後に本当ちょっとポイントのギャップ見ようと思って爪引っ掛けてちょっと見たらもうこれ明らかにやばいなって感じで、これが本当に結構最近ハマってたまあこういうこともあるっていうこと。じゃあ今の制作の様子をそれから正午が俺で正午からじゃあ行きます。じゃあ正午今は何をしてたんですか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。そういうスタンスで行きますか今日は。いらっしゃいませ。それはミッショントランスミッションです、をオーバーホールして、今組み付けてるところ。そこで挟んじゃっていいんですね。これは挟む用のジグ。そういうことか。ジグで挟んで力を入れたいもの。なるほど。スタッドボルトにジグがついてて、そのジグを挟んでるんですね。そう。せっかくだね、なんか見るか。まだそんなあれですね。まだ2本だ。締め切ってなかったですね。なかなか見ることもない。なかなか見ることない。そうですね。急に訪ねてきたお客様にお見せいただいて。いらっしゃいませ。ご会長。これがね、ミッションの中身。こっち側にスプロケがつく。ギアね。でここにクラッチハブがつく。で今ニュートラルの状態だもんでハブだけ回る。でスプロケは回らない。なるほど。でこれはまあ例えば一足に入ると、一足か入ると一緒にスプロケも回る。そうです。これをギアチェンしていくと2、ちょっとこっちから取ってもいいですか今度は。2、3、4。こうなってるんです。素晴らしい。何が中で起きてるかこれで分かりますね。この構造が分かってると、何か違和感があった時に、あそこのギアがこうなってんじゃないかな。確かに。
っていう予想がつくっていう、珍しくいい動画いい絵がこの今日のオールドマックスシリーズに勉強的に入っていつも関係ないことばっか喋ってますけどよかったな。だって今日なんてあれですよ、みんなといつも話が弾まなくなっちゃいけないんで話のネタを今日僕6個用意してきました、ね、でも正午には必要なさそうなのでお勉強になったということでこれを閉じて、はい、ここがカチャカチャ動いてさっきのあれがシフターっていう、はいはい、あれが動く、ここにノブをいつも皆さん思い思いの棒をつけてるわけです、ね、ジョッキーだとねここにつけて、はい、カチャカチャやる、そういうことなんですよ。わかりました。年内最後のこのシリーズがいい感じで今スタートしております。いらっしゃいましたじゃあありがとうございました次は、はい、みんなミッションやってるね。みんなミッションやってるしんのすけ今正午にありがてえって話してたんですけど、みんなミッションやってるしかも作業台がないで一番不利な、はいじゃあしんのすけくんミッション、これ車両のことは違う、そうこの車両のこと、この車両、はい、もう県がわからんな愛さん愛様、はい、きれいめな7号のショベル、はい、7号ショベル、これもエンジンはもう終わってて、はい、あとミッション乗せればスペースエンジンかけれるんで年内予備券まで行く予定です、はい、もう外装も濡れてるんで、はい、じゃあ交代して、じゃあしんのすけ君お疲れ様です。お疲れ様です。ミッションの何をやってるんですか？ミッションの多分先に省吾さんのところで組んだミッションの話があったと思うんですけど、はい、その前段階のばらして、はい、使える部品がどれだけあるのか、逆に使えない部品がどれだけあるのか、どこが悪くなってるのかっていうのを見ながら、まあ、ちょっとダメなところとか汚れてる部分をだんだんこう省いていきながらっていうで洗浄かけてっていう下準備ですね。もうこれダメだなとかはしんのすけ君は見たり測ったりすれば分かるんですか？でもやっぱりまだ分かんない部分もちょこちょこあるんで、それはやっぱり逐一くまさんだったり省吾さんだったりに聞きながらっていう感じでやらせてもらってます。摩耗するものなんかはやっぱその許容の数値を見るんですか？みたいですね。結局僕の場合まだその数値までが分かんないんで、はい、とりあえずもうなんか傷が入ってたりとか、はい、変な溝ができちゃってたりみたいのは一応逐一そのくまさんだったりに持って行って、はい、これ大丈夫ですか、これ使えますかっていうのは確認しながらやらせてもらってますね。はい、はい、安心ですね。じゃあお客様からしてもそうですね、見逃してなければそうですね、僕が見逃してなければ冗談ですよ大丈夫だと思います。大丈夫ですよね。わかりました。なんかこれ今回やってて難しいこととかは発見しました？そうですね、なんでそれこそ今こうばらしてる段階なんですけど、はい、その前にちょっと他のミッションを1回載せてたんですけど、はい、ショベルと、アーリーとかパンのミッションでこのメインシャフトのここの長さが違いまして、でそうするとクラッチのつく部分が前のエンジン側のラインと合わなくなってきちゃうんで、それを僕がまだ全然勉強段階で知らない段階で組みつけて、あれラインが合わないなっていうので一確認取ってだったんで、まさかここの長さ違うのかってなっちゃいますね。そうですね、それがちょっと一番びっくりというか、まだ知らなかった部分で勉強になったなってところでしたね。ちなみにどっちが長い方だったんですか？ショベルの方が長いです。長い、はい、でアーリーパンとかあっちの方が短いになってますね。それちなみにですけど、はい、なんで昔のが短かったのかなとか、僕が知ってるとか話じゃないですけど、はい、そういうのはなんかこう合点がいったんですか？そうですね、なんでその昔のなんか厳密にはあんまりしっかり聞いてないんですけど、はい、その昔のなんで、プライマリーカバーが、ブリキとかの薄いペラペラのやつで、はい、で
こう新しくなっていくにつれてアルミのもうでっかいのに変わっていくんで、はい、その辺でやっぱこのシャフトの長さが違うんじゃないかみたいな話を軽く伺いました。なんかチョッパーばっかやってるとその原型のことを忘れるんですよ僕は。もともと原型がもちろんあってオリジナルがあっての話ですもんね。そういう背景から追うと答えが見えたりするのがハーレーの面白いところですね。はい。なんかあれですね、見かけによらずって言っていいのか分からないですけど真面目に物事をちゃんと考えて、一応真面目にやらせてもらってます。了解です、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして、次も高さもミッションなんだけど高さもミッションいないな珍しいですよね、そこまで被ってるのも撮るとき。高さおるよ。じゃあ高さん、車両は第2工場にあるんで、こっちには今なくて高さんに回します。じゃあ高さんお疲れ様です。今3人連続でミッションやってるっていうことで、ものはこれですか？そうですね。はい。高さんは何をやってたんですか？もうほぼほぼ仕上げで終わって、あとまあフレームに組み付けるんで、組み付けるばっかりにしようと思って今ミッションプレートとミッションをくっつけようと思ったんですけど、それにここに、ミッションプレートでワッシャーでナット、でそのワッシャーが分厚くないと詰めた時にひしゃげちゃうんで、今それを一生懸命探して在庫の中からどれがいいかなと思って、やってるところです。ちょっとじゃああれですね、細かいところをやってたっていうことですね。そうですね。はい。結構寒くなってきてますけど、最近では秋がこのままじゃなくなってしまうんじゃないかと、日本から、なんか秋短くなってる感覚はちょっとするじゃないですか。そうですね。暑いとこからなんか一気に冷えていっちゃうみたいな。特にそうですね、今年はそうでしたね。タカさんは四季はどれが好きなんですか？四季は世間話してる。まあやっぱ春か秋かな。春か秋、やっぱ過ごしやすい気温がいいです。バイク乗りやすいしっていう。あとトランプ氏があれですね、政権を取りましたね。それについてはどうですか？個人的にはハリスさんを応援してたんで、まあ日本にとってはちょっと、まあなんていうやっぱアメリカナンバーワンっていう方なんで、そのボスも買い付けに行くのに。すごく高くなっちゃったり、アメリカのもんはアメリカのもんだって囲われちゃうと、ちょっと大変かなっていうふうに思いました。ちゃんと時事ネタをお店のことにくっつけてもらってこういうのをさっき正吾とかにぶっ込もうとしてたんですけど、みんな今日割とちゃんと作業工程の説明してくれてるんで分かりました。じゃあ3人目のミッションでありがとうございます。ありがとうございました。ではまた熊さんに戻りまして、次は、今日は徳ちゃんが休みなんで、寮が、寒い中なんか洗っとる。わかりました。じゃあ寮の誰だっけな、S さんのショベル、ショベルのエンジン。じゃあ寮君お疲れ様です。お疲れ様です。何か洗ってるんですね。これシリンダーヘッドですね。だいたい外したてってめちゃくちゃ汚れてるんで、ここの汚れ落とすのが一番しんどいですね。なかなか落ちないですか？なかなか落ちないですね。これ今はこれ灯油でしたっけ？循環してるのは。これ今灯油で洗ってるんですけど、強力な時はだいたいこのワコーズの高級なリムーバー使って、ススがついてるところにつけといて、その状態で洗ってから灯油で流すっていうのが一番早いかなと思ってます。もうこれ使えばよっぽど落ちないことはないんですか？つけ込めば。いや、力ですか？そっからなかなかこすり込まないと厳しいですね。そうかそうか、じゃあ手間は食うんですね。スルッと落ちるわけじゃないっていうことで。なかなか厳しいですね。結構ガシガシ硬いのでこするんですか？これは真鍮？これでは今こすってないですけど、まあこする時もありますね。アルミじゃない、真鍮じゃないブラシ。もうあれですか、ステンレスぐらい硬いのも
使うんですか？これなんですかね。あ、なんか毛みたいな方。こっちのブラシで。はい。ああ、それは落とすこともあるですね。はい。じゃあ、りょうくんにも何か時事ネタでもぶっ込んでいきましょうか。たまには。何話すかわからんよりはいいら。自分で話題探さないといけないよりは、なんか話がある方が。最近闇バイトが多いですね。強盗とか。ああ、なんかよく聞きますね。ちょっと強盗ルックですね。そう言われてみると若干顔出ちゃってますけど、りょうくんはそんなことはしないんですけど、闇バイトどうですか？なかなかこう足がつかないというか、一斉検挙して潰すことができないあれですけど、今後の日本どうなっていってしまうんでしょう。いや、まあやっぱお金に困ってる若者は多いと思うんで、ハーレー買いたかったり。ハーレー買ってローンが高かったりなんでハーレー買いたくて、やっぱ強盗しちゃう、全然あると思うんでちょっと肯定してるみたいになっちゃってるんで気をつけたいですね。まあちゃんと気をつけたいですねやらないようにやらないですそうですね。まあちゃんと働いて稼いで貯めるしかないですもんね。そうですね。じゃあ闇バイトちょっと強盗ルックなりょうくんでしたけど、今日は闇バイトには染まらない。大丈夫ですよね、もちろん。はい、わかりましたじゃあありがとうございます。ありがとうございます。じゃありょうくんが終わりまして、あとはハッサンが第2工場、ハッサーが第2にじゃあ移動しますで、はい行きます。じゃあ第2工場移動してきまして、まあ相変わらず台数が入ってて、そうです、こんな感じに。これが山梨の愛さん、愛様、はい。このエンジンミッション、あれ違うな、これは違うな、これがさっき亮がやってたエンジンの、でタカさんがやってたミッションもこれだね。あ、そうなんですね。分担中なんですね、そこは。これもなんとか年内予備研まで行きたいんで、ちょっと分担して今日が12月の13ですかね。まあ最後の週ぐらいで。はい。これが岐阜の M さん。まあまだこれから形を決めていく。こんな感じ。細いですね。そうだね。フロントはもうこれ採用ってことですよね。フロントブレーキなしのナローで。これが省吾がやってたミッションの浜松の K さん。K 様。今ハッサンがやっとるのがまたこれはもう剣が分からんけど、低めの76ショベルの K さん、なんかもうスタイルはこんな感じで、いいっすね。じゃあマイクチェンジします。じゃあハッサンさんお疲れ様です。お疲れ様です。もうネックウォーマーないと寒いぐらいですか？寒いですね。ここ空いてますしね。そうですね。今は何をやられてたんですか？今はチェーンカバー作ったんで、チェーンカバーのステーを作ってました。鉄でこれはアルミ。アルミですか？アルミか。いや低いのもやっぱいいですよね。そうですね。最近だと多分あんまないっすよね。結構 CC バーつけて、高めがどうしてもが多い気がするんで。そうですね。まあイメージするのはやっぱどうしても長いものとか多いんですかね。そうですね。これは今何がつながってますか？これはさっきちょっとステ溶接したんで、溶接機のアースがつながってます。溶接はハッサさんは得意な業務ですか？得意どうすかね。このお店の中では何番目にうまいんですか？いやー、まあ、熊さんが多分一番うまいんで
熊さんで、まあ、省吾さんとか、はい、徳ちゃんとか、はい、もうまいと思いますし、はい、何言わされてんだっていう話ですよね。急にランキングつけさせられて。どうすかね。まあその次が多分自分とか、はい、りょうさん、はい、とかぐらいになってくるんですかね。ああ、わかりました。まあ、あんま深掘りしちゃうと波が立ってもいけないんで、波を立ててるのは僕なんですけど嫌いな作業じゃないですか。溶接まあ嫌いな作業ではないですかね。はいはいはい、僕結構好きですね。うまい下手は別として溶接自体は結構没頭してやれる作業なんで。そうですね、集中してバーってやる。好きですけどね。怪我とか溶接系ではハッサさんはないですか？溶接系はまあ大体でも、はい、溶接してすぐパッて触っちゃうっていうのが、そういうのが多いですか、じゃあまあ大事故にはならないけど、そうですね、軽いやけどみたいな、みんなやるやつですよね。で第2工場にハッサーさんしかいないんでここまでの流れを知らないと思うんですけど、なんか話題薄じゃいかんなと思って今日僕は時事ネタを用意してきてるんで、ちょっとそんなことを挟みつつ時間を作ろうかなと。そうですね。じゃあハッサーさんには昨日今年の漢字発表されたんですよ。僕もさっき調べて知ったんですけど、見ましたニュースとかで？いや全然見てないですよ。じゃあちょうどいいですね。ハッサーさんにとって今年の日本を表す漢字一文字は？今年の漢字っすか？はい。毎年やってるやつですね。裏っすかね。裏。あ、結構いいとこ行ってますよ。本当ですか？多分それの今思ってることで言えば、今年は金というか金というか。金という字が選ばれたらしいんですよ。ちょうど昨日発表で。でまあその理由なんでだと思うって僕聞こうと思ってたんですよ。今年金だったけどなんででしょうっていうののまあ理由、書かれてた理由の一つが裏金問題だったり、あとオリンピックのパリオリンピックの金メダルラッシュと、あと新紙幣が始まったっていうのもまあお金っていうことだったりが選ばれた理由だろうと。ではよくあるんですけど、ハッサーさんの今年1年を表す漢字は？漢字っすか？変わるっていう感じですかね。変化の変という変わるという字、どうしてそれを選んだんですか？まあ今年オールドマックス入って、まあだいぶ今までのこの生活とは地元も離れてますし、そうですよね。いろいろな意味でいろいろな変化があったんで変わる感じですかね。変わるのは大事ですもんね。変わらないことより変わることの方が大事ですよね、きっと。わかりました、深い話をありがとうございますということで以上、ハッサーさんありがとうございます。じゃあみんなの作業風景取り終えまして、最後ハッサーさんに聞いてたあなたの今年の漢字一文字は何ですかと。日本自体は今年は金、金っていう字が昨日選ばれたらしくて、熊さんの今年1年表す漢字は何でしょうか？今年はなんだろうね。レースはもう惨敗の惨惨敗の惨パイの方じゃないですね。残念じゃないか。違うね。惨めの字になっちゃうのかな、残だと。そうだね、本当に今年はまあでもそういったところでは悔しい気持ちが、そういう年もあるっていうことでまあどうしてもこの年の瀬に感じたことを選びがちですかね。年の初めのことよりはまあ1年が早いし、来年も忙しいだろうし、やることたくさんあって、わかりました。じゃあ、この動画が最後ではないと思いますけど、良いお年を。良いお年を。お店のみんなも視聴者の皆さんも良いお年をということで。1年ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日はこれでいいですか？内容は。はい、わかりました。じゃあお疲れ様です。